神戸市に本社を置くアシックス。今年就任した広田会長に直撃質問。広田会長がアシックスの社長になったのは2018年。その後箱根駅伝で着用選手がゼロに。頂上を攻めようっていうところから名を取った C プロジェクト。社長直轄で開発した勝てるシューズが起爆剤に。売上は過去最高の5704億円に。メタスピード、新商品開発の裏側をカメラが撮った。何でも全てのことにかけるデジタルで考えよう。アシックス流の DX 戦略とは。アスリート向けの能力測定が受けられる施設とは一体。これから動かす考えはありません。創業の地神戸へのこだわりとは。さらに関西企業による異業種座談会を決行。何が入っているかわからない食品のサブスクとは。世界初の4足歩行ロボット、乗れる日は近いかも。まずは業績好調のアシックスを紐解く3つの広田改革。1つ目は勝てるシューズ開発。2021年箱根駅伝で着用選手ゼロという屈辱を味わったアシックス。実は当時すでに勝てるシューズ開発は進んでいた。手を打ったのは2018年に三菱商事から転職した広田会長だった。商社からね、アシックスも別世界からこう入ってこられたってことで、こうなんか当時どういうふうにアシックスって会社見えてたりしたんですかね。そうですね、当時非常に低迷っていうか横ばいになった時期でありまして、これを成長軌道に持ち上げるというのは私の使命だったわけですけれども、ナイキさんがこの厚底を発売したのが2017年でした。2019年20年の頃にはかなり席巻をされてるっていう感じでした。ですからこういったお正月の駅伝でこういった状況が来るっていうのはもう大体分かってはいました。薄底で勝ってきたっていう経験もあってですね、開発がどうしても後手後手に回ったと。そこでヒントになったのが創業者鬼塚喜八郎の言葉。まず頂上を攻めよ。頂上を攻めようっていうところから名を取った C プロジェクト。頂上の C プロジェクトっていうのを始めたんですけれども、 C プロジェクトは2019年11月に発足。勝てるシューズを開発すべく社長直轄の部門横断型でチームが作られた。この鬼塚さんのこのね、まず頂上を攻めよう、この考え方はもうすんなり広田さんの考えとしても一致した部分はあるんですか。そうですね、やっぱりトップアスリートはみんな頂上を狙ってってるわけですね、はい、みんな一番になりたい。なかなか一番になれませんけど、みんな一番だったらそれを支える我々アシックスとしても一番になろうじゃないかっていうのは受け入れられるところじゃないかというふうに思いますし、海外の人間なんかはチャレンジですか、チャレンジの C ですかっていうことってよく聞かれるんですね。いやそうじゃないんだと、これは頂上の C だと。頂上って何と、トップオブマウンテンだと、サミットだということを説明すると、おお頂上っていう感じでですね、結構受け入れられたりして、こういった社内ムーブメントを受け入れられるっていうのは一つの言葉としても受け入れられるってことはすごく重要だと思うんですね、長い言葉ではなくて C プロジェクトっていうような形での言葉の使い方ってこれも大切だなというふうに実感いたしました。頂上を取った上で、そしてその効果が一般ランナーだとか一般のスポーツをする人たちに広がっていくっていうこの戦略を取ったっていうことは非常に共感が持てます。やはり一番を取るんだっていうことの明確な目標を持つっていうことは非常に大切だなっていうふうに思っております。女優さんとかもそうなんです。やっぱりこうオーディションとかでね、こう下からこう受けて頑張っていく、実力は確かにつく話だと思うんですけど、でもやっぱり主役から入った方が後々ね、なんかその一のものと何かこう渡り合えるみたいなのもあるから、やっぱり上からっていうのはありなのかなって思います。実感こもってますね。私のことではないんですけど、上からっていうのはありなのかなって。C プロジェクトが開発したのがアスリートが勝てるシューズメタスピード。その最新作を会場に持ってきていただきました。びっくり、すっごい軽いです。ちょっと皆さんお店に行ってぜひ
こう持ってみてください。すごく軽いです。ちょっと負けていただけますか。ものすごい硬いですよね。これはカーボンが裏に入ってるんですね、1枚。選手はこのカーボンを踏みつけて飛ぶっていう感じで走っていくっていう。我々 C プロジェクトの一つの目標が一番になること、頂上を取ることっていうことなんですけど、そのためにアスリートの声を聞けっていうのを一つのモットーとしてやってまいりました。アスリートの走った後のアスリートの声を聞いて、アスリートの走ってる姿を見て、それを分析してアスリートに寄り添ったシューズを作るっていう。そのシューズ開発の現場を訪ねてやってきたのはスポーツ工学研究所。こんにちは。こんにちは。お願いします。カメラの数がすっごいたくさんあるんですけど、これ何をしてるんですか？そうですね。今このカメラを使って今人がランニングしてる時の動作ってものを計測してます。で、その実験をこれから行う予定なので、今ここにセットしているという感じになります。この日準備されていたカメラは全部で24台。どうやってこれ測ってるんですか？このカメラが今ちょっとこれから使うマーカーっていうのがあるんですけれども、このマーカーを位置を読み取れることができまして、その位置を読み取るためにいろんな方向にこう全部設置してるって感じです。カメラが読み取るというマーカーはこのように全身につけられます。靴はもちろん手や膝などテストしたい項目によって個数は変わります。ちょっとキラキラしてるんですね。そうです。で、この中に何が入ってるんですか？これは普通の球体なんですけども、ここに銀色の反射マーカーっていうのを反射材を貼ってて、だからちょっとキラッと。その反射材がそのカメラに映って見えるっていうところの仕組みになってます。なるほど、反射材を反射させて。はい、そうです。試しに走ってもらうと。点が出てきましたね。そうです。かかとから例えば着地するパターンとか、つま先から着地するパターン、いろんな人がいるんですよ。その着地パターンであったりとか、あと走る際にどれだけ膝の関節が曲がっているとか、そういったものを計測したりしてます。さらに床にも仕掛けが。矢印はこういうふうに動いていくんで、ちょっと見ててくださいね。はい。こう動いてるの分かりますか？はい。最初のこっち向きはブレーキ、着地時のブレーキを表しておりまして、そこからこう前に行く時は逆にその加速するために地面に蹴り出すじゃないですか。その時のアクセルみたいな動きで、ブレーキの力とかアクセルのこの力の大きさとか、その方向とかも見てます。アシックスといえばメタスピードじゃないですか。あの商品もこちらで生まれたんですか？はい、そうですね。ここで実際に動作計測実験を行って、その評価をして、より試行錯誤してより良くしてるっていうところもやってます。 CM の後はいよいよメタスピード新商品開発の裏側。アシックスのスポーツ工学研究所。この日行われていたのはメタスピードの新商品開発。足首から何かを取り外してパソコンで読み込みます。なのでこれもまだ実際のデータ、生のデータがどうかっていうのは見てるだけで、ここからさらに加工をした上で、例えば走ってる時の最高速度がいくつかみたいなところを出したりとかっていう作業が今から入ってきます。 A、B、C3 つのタイプの試作品と他社製品も含め計4種類のシューズで2人の選手が実際に走ってみて数値や感想などを集める。試作品のタイプ A を履いた選手がスタンバイ。走り終えるとすぐに使用感を確認します。設置の時に
ガンっていうまず最初の強いインパクトを感じます。ああ、なるほ第一波みたいな。でその後に力を加えようとするときにぐにゃって変形するのを感じます。設置時に強い衝撃を感じて踏みつける時に変形してしまい力が逃げる。さらにこんな意見も。硬さが悪い。そうですね。硬さが悪い？もう一人の選手もタイプ A で走ります。クッションはどうでしょう。クッションはそうですね、そのラグっていう意味では一番なくて、そのダイレクトに、まあ、いい意味で硬いというか、ダイレクトにその反発が返ってくる感覚はありました。一番硬いがレスが速いのでネガティブではない。好みかもしれないんですけど、だいぶ硬いのは硬くて、ただしっかり反発は返ってくるんで、個人的には硬すぎるとかではないかな。同じタイプ A ですが、選手によって硬さを悪く感じる人もいればそうではない人もいるようです。次はタイプ B です。クッションはどうでしょう。クッションはいいです。初期設置、そのブレーキに関しては、タイプ A と比べるとすごい優しいので、止められてる感じはしないです。着地時のクッションは柔らかくて良い。柔らかい、硬めにできるなら硬い方が。一人は柔らかくて良い、もう一人はもっと硬い方が良い。真逆とも取れる感想ですが、あくまで僕たちが目指さなきゃいけないのはパフォーマンスが出るスパイクは何かってところなので、感覚がいいからパフォーマンス出ませんはそういう話じゃなくて、その中でもそのパフォーマンスが出るのが何かっていったところを突き詰めていかないと、厚底スパイクも出た当初は感覚がすごい良くないとか言われてたんですけど、結局今見てみたらマラソンもですけど全部そこに主流が変わってるので、しっかりパフォーマンスが出てるかどうか、特にスパイク系の話はそこを重視して突き詰めていきたい。優しいニュースの人気コーナー LBS で取材した関西企業が異業種座談会。来年4月から開催される大阪・関西万博。関西企業にとっては絶好のビジネスチャンスですが、皆さんどんな戦略を考えていますか？関西の企業であるという我々はですね、全面的に協力をしたいと。三成テクノロジーズといえば長島スパーランドにあるジェットコースター。時速100キロを超すスピードで駆け抜ける白芸など、世界中の遊戯機械を手掛けているトップメーカー。その名を世界に轟かせたのは1970年の大阪万博。5つのレーンを同時に発着するダイダラザウルスなど多くの製品が使われた。そして今、こちらがですね、当社が開発しました世界初の4人乗りの4足歩行ロボット SR02 となります。世界初の4足歩行ロボット。4本の足を動かしてゆっくり慎重に進みます。長さは 3.6 メートル、高さは足を伸ばした状態で2メートルを超えます。まず一つにはやっぱり自分が乗りたいで、見てる人がですね、私も乗ってみたいなと、あれ面白そうだなと思える。これに乗る人だけじゃなくて見ている人も楽しい。シューティングがついていてこう打って点数が出るとかね、そういう楽しみ方っていうのが視野にあります。大阪・関西万博でお目見えするのでしょうか。SR02 という4人乗り4足歩行ロボット、4足で前進後進で、歩き方も4パターンございます。でその場でほぼ足を外内へ
動かしてその場で回転、世界で一つのロボットです。別のロボットも開発を終えています。自動車と同じ前後およびステアリングを切っての展開、スピードはですねちょっと30キロまでしかまだ確認しておりません。ここからロボットモードに変身するんですね。これは人を乗せたまま変身することが可能です。でこの状態で高さ約 4.1 メートル、重さ2トン少々の巨大ロボットになる。でこのロボットは二足歩行が可能なんですね。でこれも先ほどの02と並んで世界に一つしかない、どうでしょう、私が子供の頃夢見たそのロボットアニメやサンダーバードみたいなそういったすごいギミックを備えた、ロボットでございます。来年の万博ではお目見えということなんですか？おそらくですね、万博会場内では数々のイベントがね開催されると思ってます。でそこにぜひ参画したいと今いろいろこう計画しておるんですが、ちょっと詳細はちょっと内緒でぜひ皆さんと会場でですねお会いできたらというふうに思っております。いろいろ守秘義務もあるということで、皆さん会場にぜひ見に行きましょう。はい、神戸市にある阪急百貨店、期間限定の売り場に人が集まっています。ギフトの余剰になった商品で2月までいけるのにお買い得です。売られているのは賞味期限内で品質には問題がないのに業界独自の慣習3分の1ルールで行き場を失った商品。3分の1ルールとは、例えば賞味期限が2年の缶詰の場合、賞味期限までの3分の1、つまり8ヶ月以内に出荷できなければ返品・廃棄され、さらに次の8ヶ月で販売できなければ返品・廃棄されるというもの。こうした食品ロスの削減を目指すのがロスゼロです。これも来年の1月の半ばまで3分の1ルールがあるとですね、賞味期限が長いものもその3分の1になるので、やっぱりちょっと余ってしまったりする。そこで始めたのが変わった取り組みなので、私ができるパターンとしては、激安で売るところにあえてこう入っていかずに、食べてる方の買い物の行動っていうのを変えていく。ロスゼロが始めたのは、廃棄される予定の食品を不定期に発送する日本初のサブスクリプションサービス、ロスゼロ不定期便です。何が入っているかわからない福袋スタイルにすることで、それぞれがどれだけ値引きされているのかわからないようにしました。利用している家庭にお邪魔しました。中に入っていたのは全部でおよそ20種類。普段は買わないものもたくさんあるので、料理のレパートリーもちょっと広がるというか、新しい出会いがあってちょっとワクワク開ける時もしますね。毎日おやつに1個2個とか食べるので、1ヶ月後には割となくなってしまっている。ロスゼロは万博をどんなチャンスと捉えているのでしょうか。私たちはその食品ロスを、もったいないものを生かすっていうようなことをお仕事にさせていただいているので、もう万博のコンセプトとしてはもうぴったりその SDGs の、ところに当てはまると思うんですね。なので、そのエシカルな消費ですとか、ロスを出さないっていう意味では私たちにも大きなチャンスがあるんじゃないかなというふうに思っています。大阪の食材、大阪の工場、いろいろそのオール大阪なんかで商品開発をしてですね、後々万博会場だけではなくて、その後の社会をどうやって変革させていくかっていうのも出せていけるような、象徴的な食品の開発なんかができたらいいなっていうふうに思ってます。フードロスも日本全体で見ますと相当な分量になっているということなんですよね。はい、472万トン出てまして、食品関連事業者の努力とともに、半分出てるのが家庭にもなるので、その私たちのお仕事の中で大事なのは消費者の行動を変えるっていう、行動変容を促すっていうのもあるのかなというふうにも思ってます。和歌山県南部にある南紀白浜空港。
東京羽田からは1時間強で到着。アドベンチャーワールドまではバスで5分。人気の海水浴場にもおよそ15分で行くことができます。東京便のみという小さな空港ですが、南紀白浜空港の搭乗者数は2022年度に23万人を超えました。注目は一風変わった集客方法です。近いでしょ。大阪なんか行くよりずっと全然近い。観光だけではなくて本当にスーツの方が増えましたね。毎日客を出迎えるというこの男性、南紀白浜エアポートの岡田真一郎社長です。観光の方っていうのはどうしても夏、週末による、ビジネスの方は逆に平日、これをやっぱ埋めていかないといけない。ビジネスで来る人の用事を作らないといけないわけですよね。取り組んでいるのはワーケーションの推進。ワーケーションとは旅先で仕事をしながら休暇を楽しむことです。空港でありながら旅行代理店の認可を取得してツアーを行っています。企画からアテンドまでを行うのは空港職員です。この日は東京から大手 IT 企業のヘルスケア部門が4度目の参加。バスは山の奥へ。林業の先進事例をヘルスケア事業でも参考にしてもらおうというプログラムを組んだのです。企業に合わせてオーダーメイドで対応。リピート率は9割を超えます。例えばヘルスケア領域で、その薬を飛ばすとか食事を届けたりとか、そういう健康のところにドローンを活用するっていうのが、万博をどう生かすのでしょうか。いや、これはね、大きいチャンスですね。大チャンス。世界中、また日本全国から関西にね、多くの人が集まるんですよね。で、関西の魅力を伝えるチャンスで、私は今和歌山にいるんですけども、残念ながらね、和歌山って京都とか大阪と比べるとあんまり知られてないんですよね。だからこれを機にね、和歌山の魅力、和歌山には私のいる白浜であったり高野山だったり、熊野もあります。こういったものをね PR してね、どんどん人を呼び込みたいなというふうに思ってますね。万博といいますと、空飛ぶ車についてもキーワードになってきているんですが、これ同じ空を飛ぶ飛行機の発着場を持っていらっしゃるんですけど、エアポート何か関係あるんですか？いや、これもね、大変期待していますね。で、ちょうど先週末の21日に和歌山の串本って最南端のところで、空飛ぶ車の実証飛行があったんですよね。で、この空飛ぶ車が実現すれば、人命救助だったり物資の輸送だったり、いろんな災害対応とかね、観光にも使えるんじゃないかっていうことで期待していて、で、我々飛行場ですからいろんなものを飛んできていただきたいんですよね。最近ではビジネスジェット、お金持ちの方がプライベートジェットで飛んでくる、あるいはヘリコプターで飛んでくる、いずれね、空飛ぶ車でもお越しいただけるようになればと思ってます続いてのテーマは天気。ロスゼロ不定期便ですね。サブスクリプションが大きな転機になったかと思っています。はい。ロスゼロ2018年から始めているんですけれども、当時はそんなに SDGs という言葉をご存じない方もたくさんいらっしゃって、食品メーカーの方と本当にたくさんお話しする中で、私が考えていることを、あなたは言ってることはいいことだけど全然まだ理想論だよみたいなことも本当は最初言われていたんです。ブランドを既存するんじゃなくて、ブランドを一緒に上げていきませんか、次の時代へみたいなことを言っていると、少しずつメーカーさんが共感してくださって。持ってきていただいた段ボール箱なんですが、ちょっと皆さん中身をここで、文さんも中身を今知らない状況です。開けていただきましょう。福袋感覚の食品サブスク、中には何が？持ってきていただいた段ボール箱なんですが、ちょっと皆さん中身をここで、文さんも中身を今知らない状況です。開けていただきましょう。5キロぐらい入ってます。5キロぐらい。多分ぎゅうぎゅうで、ちょっと私も初めてなんでどうしようっていう感じですけど。なんかこれはまず紙が入ってまして、これ納品書代わりみたいなものなんですけども、何がどんな理由でロスが出てしまったかっていうのも説明してるんですね。やっぱりたくさんお届けする中でど
どうしてもこう食品の価格が上がっているので、旧価格がバーコードに入っているだけでそれをこう全国から回収しないといけないとか、何かその単純なロスにも本当にたくさんの理由があるっていうのもこう用紙にちゃんと書いて、手に取られる方が家族で例えば会話が増えたりとか理解が少し進んだりっていうのをお得に楽しく食べていただくような。どんなものが入っていたのでしょうか。ですね、お菓子とか、はい、そうですね、これだとグラノーラですかね、ファイバーの、ダイエットとかにももしかしたらいいのかもしれないです。今ちょうどカニ缶が見えました。カニの缶詰、結構高級ですか？そうです。一般的にすごい面白いものもいっぱいありまして、これソイのスープ、パンプキンスープとかコーンスープとか、ちょっと小腹空いた時に食べれるようなこういうバナナチップとかですね。こういうのは海外のものですけれども、日本国内で行き先がなくなったけれども本国に戻せないっていう日本のロスになるんです。こちらもなんかそういったものもこう知っていただきながらみたいなところはあります。価値としては1万円ぐらいだったりするものが、不定期便ですと5000円で、ということなんですね。ありがとうございます。だいたいこれで毎月5トンから7トンぐらいがサブスクのみでロスゼロが減らせている。やっぱり何よりコロナですね。もう航空業界にとってはもう大逆風で、飛行機飛ばなくなるわけですね。我々1日3回しか飛行機来なくて、それがね細々とした収入になってるんですけども、来なくなる、どうしようっていう感じですよね。ただ和歌山県はもともとワーケーションっていうのをコロナ前からやってました。自然豊かなところでリゾートでリフレッシュして働いてください。このワーケーションにとっては神風になりましたね。日本全国みんな立ち止まる、コロナいつ終わるんだろうっていう立ち止まってる中で、僕らはとにかく今動くんだと、周回遅れなので今動けばね追いつけるんじゃないかっていうことで動き回りましたね。で結果としては飛行機のお客さんの数っていうのもやられたのはやられたんですけども、全国の中では落ち込みっていう意味においてはトップ級に落ちなかったっていうことに幸いになりましたね。そうだったんですか。コロナ禍で始めたことの一つがこちらです。音楽室、要は地域の子どもたちですね、吹奏楽部の子が学校が休みになっちゃったもんだから吹奏楽の練習ができないんですよね。体育館で普段やってるのが。で楽器持って家帰ってますと、家でラッパ吹けないですよね。じゃあ吹けよと空港で。で空港っていうのは鳥がダメで、鳥がいる時はこうピストルみたいな、運動会のピストルみたいなんでバンバンって鳥を逃がすわけですよ。ラッパで逃げたら最高だと思ってやってみたんですけど、逃げなかったいい音色はダメです。経営判断もすごくスピーディーなんですけど、どういう評価基準といいますか価値判断をしていらっしゃるんですか？お金はないのでお金はかけない。それでもうリスクマネジメントですね。あとは僕ら2番が嫌いな1番、全国で初とか世界初とか人がやってないことを挑戦するっていうのがまず一つ。あとは面白いかどうかです。おもろいかどうかだけですね。それだけです。ここ12年のうちに3社の海外の遊戯機械メーカーを我々の仲間として迎え入れることができました。オランダ、アメリカ、そして昨年ですね、カナダのフォレックという会社、これはですねテーマパークの計画段階からですねお客様のコンセプトに見合ったご提案、計画設計、企画設計ですね、でコンサルティング業務までできる、こういう会社を我々の仲間として迎え入れることができたと。企画計画から実際の設計、制作、検査、据え付け、最終的に保守までワンストップサービスができる、一気通貫でのサービスができる企業としての体制が整った、これが転機になってくれることを祈りつつ、今年がスタートしているところでございます。そうだったんですね。遊戯機器メーカーとしては日本ではもちろん、トップですけれども、海外でもそうするとトップと言っていいんですね。手前味噌ではございますが、今の仲間を加えまして間違いなくトップ企業ということが言えると自負しております。5年後、10年後は何で稼いでいますか？我々のロボットってある意味何の役にも立たないんですね。ところがですね、それでもやっぱり見ている方にこういうものを動かして乗っていただいて、もうとびきりの笑顔になっていただきたいと、
ますますこのロボットがですね、今までないカテゴリーで5年後10年後皆さんを楽しませているというふうに信じております。その5年後10年後には身近に私たちも乗れるようになっているんですか？ぜひそのようにしたいなと思ってますし、ひょっとすると0304があるかもしれないですよね。5年前はやっぱりなかなか食品ロスのこと分かっていただけなくて、ちょうど今があるわけなんですけれども、資源循環の経済へこれから向かっていくっていうところでは、私たちがアップサイクルも含めできることたくさんあると思いますし、食品ロスを減らすっていうことは、例えば燃やすとか埋めるっていう温室効果ガスの排出を減らすっていうことにもなるので、やっぱり地球温暖化の問題と直結してますので、資源循環社会の奥にはやっぱり脱炭素ってすごく大きなものがあると思うので、そこをロスゼロはその食品ロスの文脈から何ができるかっていうようなところをやっていきたいと思ってますし、それにはそのロスを減らすっていうのは一社ではなかなかできないところなので、いろんな方のオープンイノベーションみたいな感じでやっていければいいのかなっていうふうにちょっと思ってます。和歌山ってね、その都市型の観光でショッピングとかそういうのはないんですけども、やっぱり自然豊か、歴史文化があって、そういう良さがあるんですよね。南フランスのニースに行った時にそっくりじゃないかと思ったんですよ。ビーチは似てるし、リアス式海岸の感じも似てるしね、ニースの空港があって、カンヌモナコってあって、こっちは白浜串本勝浦、ちょっと違うじゃないかって言われそうなんだけど、いやいやこれを目指していくんです素晴らしい。でやっぱり熊野もあるので、欧米のお客様富裕層をぐっと呼び込む、最近ではプライベートジェットでいらっしゃるようなね、日本人も含め、いらっしゃるし、高付加価値の観光地を作っていく、こういうことをずっと進めていきたいなと思っています。業績好調のアシックスを紐解く3つの広田改革。2つ目はつながる DX 改革。スポーツとデジタルで非常に組み合わせがいいと思うんですね。社内ではですね、何でも全てのことにかけるデジタルで考えようと、生産かけるデジタル、マーケティングかけるデジタル、販売かけるデジタル、そういった形で考えようよという形でデジタル進めています。アメリカ、オーストラリア、日本、ヨーロッパという形でですね、レース登録サイト買収してきています。ランニングレースなんか出られた方はお分かりになると思いますけど、必ずデジタル上でエントリーをするんですね。ユーザーと直接のコミュニケーションが取れるっていうことは、スポーツメーカーにとって非常に重要なことだというふうに思って、我々のデジタル戦略の一つのコアになっています。今この16という我々のメンバー1500万人というふうになっています。26年までにはこれを倍の3000万人にしたいというふうに考えています。我々の願いはですね、世界中の走る人とデジタルでつながりたい。アシックス流の DX を体感するためにやってきたのは大阪駅近くの店舗。どれがいいんだろう。まず裸足のサイズ、これがいろんなシューズを選ぶ時のまず大事なポイントになりますので、ぜひご検討でしたらあちらの方でお足のサイズお測りしてご案内できたらと思います。ここで測定ができるんですか？はい。案内されたのはフット ID というサービス。裸足になって専用の測定器に足をセットします。あとは立って待っているだけ。あっという間に立体的に足の形が読み取られます。こちらが上原アナウンサーの足。立体的にスキャンすることで、足の長さはもちろん、かかとの幅や土踏まずの高さ、親指の曲がり具合なども分かります。これで左右の違いも一目瞭然に。続いてはランニングマシンに案内されました。後ろから撮影します。後ろ姿を10秒ほど撮影すると、はい、こちらが着地の様子ですね。はい。AI による画像解析技術で判定すると、左右ともスタビリティシューズという方に表示が示されていますので、安定性のある機能性のシューズも、よりおすすめですよという。このサービスではランニング中の足の傾きを分析して3つのパターンに分類します。上原アナは着地の際にかかとが大きく内側に倒れ込んでいることが分かりました。こんな足首の角度を見て靴を決めるっていうの
考えたことなかったので、ちょっとマニアックな、世界だと思うんですけど、さらに横から撮影すると関節の位置を解析し、走っている時のフォームが分析されます。強いて申し上げますと、この体幹の前傾という項目ですね、状態が後傾気味ということで、動画で見た場面ですとそこまで反らずにこう直立、良い胸を張った良い姿勢というふうにも捉えられるんですけども、弊社の膨大なデータに分析かけてみますと、気持ちちょっと反りがあるかなという様子でしたので、胸を張るという意識も良い姿勢を保つというところも大切な一方で、意識しすぎますとちょっとこう反ってしまっていらっしゃる様子というのも見受けられるのかなというところでします。すごいですね。これ靴選びに来ただけなのにフォームも見てもらえるし。そうですね。ご相談で結構盛り上がるケースも。大阪駅からすぐのアシックスの店舗、中にはランニング能力を科学的に分析できる施設が。ランニングに重要な筋力、膝を伸ばす力と曲げる力を測定し、骨や関節の配列と歪み、左右差などをパーツごとに細かく計測していきます。これは一体何ですか？すごい。結構このようなマスク、一生にそう何度も装着するものでないですので、トリックアスリートの特定のサービス試験を取るものをそのままごっそりランニングのパートだけこう持ってきたような場所になっております。じゃあトップアスリートがやってる全くそうですね。ですので同じ体験を同じことこの大阪駅近くのお店でできるというそんな場面でもありますので。呼吸の量を測る特別なマスクをつけて調べるのは持久力。アシックスが培ってきたスポーツ工学の知見と技術を生かし、ランナーの特徴を科学的に捉えることでパフォーマンス向上に向けた分析・提案ができるのです。のスピードが6分40秒という速度になっておりまして、フルマラソンに換算しますと4時間55分から4時間41分あたり、エンジンの力は5時間切れるものを持っていらっしゃいますから、あとはいかに足がしっかりしてきて楽に走れるかというところが準備できましたら、ちゃんとフルマラソンは完走できる。まずはご自身の裸足のサイズ感、ここを知っていただいて、できることであればご自身の着地の様子、ご自身の走っている様子のところを把握していただいた上で、いろんな場面でお役に立てるものがご用意がございますので、まずはぜひお足元からご案内できたらなと思います。ありがとうございます。また一部の店舗では計測した足型のデータをオンラインの会員サービスと連動させることもできます。自分の足型データを会員サービスに登録しておくと、アシックス独自の算出方法でおすすめのシューズが提示されます。アシックス流の DX 改革はますます加速していきそうです。アシックスを紐解く3つの広田改革、最後は世界で戦う。売上の8割を海外で稼ぐ秘密とは。これは日本を中心にした世界地図ですね。日本で売られている世界地図です。我々大体この世界地図を見て世界を感じています。ところがヨーロッパで売られている地図はこれです。世界標準値を大体真ん中にした地図が売られています。日本ははるか東の果てですね。本当にファーイーストってここからファーイーストって出たんだなっていうふうに思いましたけれども、ヨーロッパの人たちはこの地図を見て世界を感じているわけですね。ですからどこを中心に、どこを世界の視点を中心に置くかということで、だいぶ世界の感じ方が違うということで、
地球儀を俯瞰したビジネスをしたいなというふうに常に思っています。ただ私商社出身ということで、おかげさまで三菱商事にいた時に世界70カ国以上の国々を訪問したことがありますので、あそこの国って言われた時に大体思い浮かぶことができるとかですね、あそこの国のリスクはとか、あそこの国のチャンスはっていうのは大体肌感覚で分かるっていうのは非常にあったなというふうに思っています。アシックスの本社は神戸。世界で戦うために東京移転を考えたことは？グローバル企業だからといってですね、本社が東京である必要っていうのは全くないというふうに思っています。神戸は我々の創業の地であります。鬼塚さんが会社を作った場所でありますので、非常に大切な場所でもありますし、もともとゴム産業が非常に盛んで、シューズを作るっていうことの基盤が非常に整っている場所でもあります。神戸空港、またこれ国際化に向けて動き始めてきていますので、ますます神戸にいるメリットはあるなということで、我々は本社を神戸から動かす考えはありません。兵庫県出身としてはやっぱりね、大きい会社、有名な会社が地元にあるっていうのはちょっとした自慢で、本当に関西にね、あそこの会社も関西からだ、あそこの会社も関西からだっていうとちょっと誇らしげで全く関係ないんですけど、イベント会場では M&A についての企業講演も開かれました。年間で約ですね6万社への実はこういった M&A であったり、事業承継の支援が必要というふうに言われておりまして、譲渡企業様、お悩みを抱えている譲渡企業様の増加、経営者様の高齢化というものが非常に顕在化してきておりまして、で一方で譲り企業様はそれをチャンスと捉えてですね M&A が成長戦略の一つになるんじゃないかというふうに検討されている会社様が非常に増えてきております。で私どもはですね、今すぐに M&A を検討しているかどうかっていうのは全く関係なくですね、実際にじゃあどういうお相手がいてどういうオファーがあるのかっていうものを社内承継も含めた他の選択肢といろいろと比較検討をしていただいて、でどの選択がベストなのかというのをですね判断いただきたいというふうに感じております。M&A はあくまで選択肢の一つですと、これはご譲渡されるオーナー様側もそうですし、会社として会社をより大きくしていきたいという経営者様にも同じことが言えるかと思います。で納得できるお相手であったりだとか、納得できる条件が出てきて初めて選択肢になるというところでございますので、ぜひ我々のような会社を使ってですね情報収集というものを始めていただくことが一番早くですね検討を深めていただく材料になるかなと思います。CM の後、広田会長が皆さんからの質問に答えます。決断の時考えるのはいつですか？から来た方がね、なんかちょっと町どこ作んなさいって言われてもね、ちょっと今まで俺たちの考え違うのみたいな感じでね、ちょっといろいろあったんじゃない。アシックス広田会長が来場者やオンライン参加者からの質問に答えます。まずは DX によって技術開発やものづくりをどう変えようとしていますか？足の形って皆さん違いますですよね。でも今売られているのは 0.5 ミリ刻みのシューズで、それからワイドもE っていう形で 2E、3E、4E というこの広さでありますが、これに靴に足を当てはめなくちゃいけないっていう状況ですけど、我々は究極的にはパーソナライズされたシューズを出していきたいっていうふうに思っています。そのためにもこの DX の力っていうのは非常に有効だなっていうふうに思っていますので、DX の活用っていうのは、私はDX やろうぜとは言ってますけど、詳細には口を出さないことにしています。私は実際にはデジタルネイティブな人間じゃないので分からないんですよね。ですから分かる人にこれはやってもらって、私は邪魔をしないようにというのを心がけています。人手不足問題はありますか？またどんな対策を打っていますか？まずは処遇を良くしていきたいっていうふうに思っています。我々の中期経営計画の中でも入れていますけれども、業界最高水準の報酬を実現するっていうふうに謳っています。実は私は世界で一番の報酬水準を実現するってしろって言ったんですけど、人事部基地でですね業界がトップっていうことにしたんですけど、しかし私はアシックスで働く人たちにはちゃんと働いた分は報いる給与水準っていうのは実現していただきたいというふうに思っていますし、からまた鬼塚さんの時代からもそうだったんですが、方は社員寮に住み込んでですね
毎晩毎晩社員教育をしたっていうんですね。今だとこれちょっと労働法違反になっちゃってダメなんですけど、それほど社員のこの教育に熱心だったっていうことで、我々はやっぱり次世代のリーダーの育成っていうことにもですね力を入れてやっていますので、やっぱり企業を支えるのは人材ですから、人材獲得っていう意味でもですね、からまたその獲得したい人たちにいかに活躍してもらうかっていうことにも力を注ぎたいと思いますし、それこそがトップの役割だというふうに思っています。決断に迷った時、大事にしている考え方は何ですか？決断に迷うっていうかですね、いろいろ決断していかなくちゃいけないことがありますですよね。これはもう周知を結集して決めていくっていうことだと思うんですけど、むしろその決める前っていうよりも決める後、一旦決めたらぶれないっていうことが一番重要だというふうに思うんですね。トップが5センチぶれると下の方では5メートルぐらいぶれますので、一旦決めた方針をぶらさないっていうことは極めて大切にしてやっています。決断の時考えるのはいつですか？ランニングの時が多いんですね。実は朝ですね、走ってるとこれいろんなことを思いつきます。これも思いついてあれもしなきゃってんで走り終わったって忘れちゃうんで、すぐにメモにしてですね、見るのは就業時間中でいいよとは言ってます。そうじゃないとこれちょっとまた違反になっちゃいますので、就業時間中でいいよとは言ってますけど、秘書の人とかですねにはバンバンメールを打って、今日こういうことを思いついたって、またこの人走ったなというふうに思われてるんですけど結構走ってる間が多いですね。走ると、私もそうなんです。歩く走る、なんか動いてる時にこうしようとかいろいろひらめいたり、あとすんなりなんかいろんな人の言葉が入ってきたりするので、やっぱ走る歩く動くっていいことなんですね。思いますね。雑念が入らないということもありますけど、一方で飲んでる間に思いついたこと大体忘れちゃいますからね。このイベントのフルバージョンは日経チャンネルでご覧いただけます。